好みの問題かもしれませんけれども、私としてはもうちょっと深く二人の関係、二人の人物に入っていってほしかったです。深い愛情もあるんですけれども、私は理解できませんでした。マエストロ。これはレナード・バーンスタイン、指揮者で作曲家でもあったレナード・バーンスタインのバイオピック、伝記物です。ブラッドリー・クーパーが監督主演を務めています。ブラッドリー・クーパーはスター誕生でも監督主演を務めました。あの映画は作品賞、シェンダイン賞に、アカデミー賞にノミネートされました。今回なるでしょうか。プロデューサーがマーティン・スコセッシ、スティーブン・スピルバーグ、ブラッドリー・クーパー、やる気満々です。この映画はネットフリックス配給。ネットフリックスで12月20日から配信です。今、一部の劇場で劇場公開になっています。レナード・バーンスタインは20世紀後半を代表する代表的な指揮者でした。カラヤン、シェルティと並ぶ有名な指揮者でした。彼は作曲もしています。ウエストサイド物語が有名です。彼は25歳の時にブルーノ・ワルターの代役としてニューヨークフィルハーモニーに登場して一躍脚光を浴びます。当時アメリカ生まれの指揮者は珍しかったんですね。彼は才能ありますけれども、同時にパフォーマーとして有名でした。彼の指揮のスタイルも、それから私生活も非常にフランボヤントと言われます。フランボヤント、非常に華麗なスタイルを持った人でした。この映画はバーンスタインのサクセスストーリー、成功物語でもなく、彼の音楽についての映画でもありません。これは彼と奥さんの夫婦関係の物語です。彼の奥さんはチリ出身の女優さんでした。舞台俳優でした。キャリー・マリガンが演じています。バーンスタインはゲイだったんですね。当時20世紀半ば、まだゲイは公言していませんでした。カミングアウトしていませんでした。結婚もしていたんですね。こういう関係は二人とも苦しんだと思います。契約結婚でない限り苦しんだと思います。三島由紀夫の金色という小説がありました。しかしバーンスタインと奥さんの間には何かしら愛があったんですね。深い愛情がありました。やはりボヘミアン・ラプソディという映画で、あれはクイーンのフレディ・マーキュリーですけれども、その映画で私マーキュリーと奥さんの間には愛情がありました。バーンスタインと奥さんの間には子供が3人いたんですね。で、この映画ではバーンスタインと奥さんと同じ比重で描かれています。この映画は2人の関係の物語ですけれども、その関係をこの映画はインテレクチャルに上品に撮っています。ドロドロしてないんですね。ちょっと距離を置いて撮っています。これはブラッドリー・クーパーの選択だと思いますけれども、好みの問題かもしれませんけれども、私としてはもうちょっと深く2人の関係、2人の人物に入っていってほしかったです。バーンスタインですけれども、かなりテンションの高い人でした。そしてアーティストです。ですから自分の芸術欲望に集中しているわけですね。そして周りにカオスを作っちゃいます。周りの人はかき回されてしまいます。そして知らないうちに人を傷つけたりするんですね。こういう虚偽の生活ですよね。見せかけの生活ですから、それにはバーンスタイン自身も苦しめます。それをこの映画はドラマティックに見せるんではなくて、ちょっとピリッとしたシーンで印象的に見せます。こういうシーンがありました。彼が昔の彼氏と公園を散歩するシーンがあります。昔の彼氏も結婚してるんですね。
そこで二人は苦しみを分かち合います。また奥さんは自分の感情をずっと抑えてきたんですけれども、最後に爆発します。二人で喧嘩するシーンがあります。そこで彼女が言いますよね。あなたにとって嘘が真実なのよ。そしてまた彼女がバーンスタインの妹に言います。彼を引き受けられると思ったけれども、それは私のおごりでした。奥さんのバーンスタイン、二人は惹かれ合って、そしてそこに深い愛情もあるんですけれども、私は理解できませんでした。これは音楽映画ですから、もちろん音楽は素晴らしいです。ハイライトは、バーンスタインがマーラーのレクイエムを演奏するところでした。で、バーンスタインの作曲した曲がたくさん出てきます。ウエストサイド物語のあの曲が効果的に使われていました。あそこではちょっと笑ってしまいました。で、それから彼のミサ曲、オペラの Quiet Place、Candid なんか出ますね。そして彼の作った On the Town ですけれども、この映画映像的にも面白いことしてて、シュールレアリズム的なところがあるんですね。奥さんと二人が出会ったところで、二人が彼のミュージカル On the Town を見てるんですけれども、二人がそのミュージカルの中に入っていきます。そこで彼がゲイっていうのを暗示されてますし、彼の混沌とカオス的なコンフリクトの多い、そういう世界も暗示されてますし、そこに奥さんが入っていって戸惑うというところも暗示されています。そしてブラッドリー・クーパーですけれども、特殊メイクをして本当にデラーノ・バーンスタインに見せます。そのメイクアップアーティストが日本人の和弘さんです。和弘さんは過去2回アカデミー賞を取っています。マエストロ、感情移入できませんでしたが、キャリー・マリガンの映画の最後の方の演技には泣きました。アカデミー賞にノミネートされてほしいです。マエストロ、感情移入できませんでしたが、立派な映画です。アカデミー賞にいくつもノミネートされるでしょう。主演男優賞、作品賞、主演女優賞、衣装、美術も良かったです。マエストロ、私の評価は B プラスです。ツイッターの方でレビューしてない新作や日本公開前の新作、また私の見ている映画、そしてスイスでのブログみたいなこともしています。そちらもご覧になってください。